こんにちは、東京ベジライフのなつきです。3週間のマインドフルリビング立ち止まるウィーク1にようこそ。塩麹作りが教えてくれること。数年前、すでに初期のブームが過ぎ去った後の塩麹を初めて手に取り、お料理に使った時の衝撃が今でも忘れられません。ドレッシングやディップとして生のお野菜につけたり、スープに入れたり、お魚やお肉をマリネしたり、魔法のように何でも美味しくなってしまうので、奇跡の調味料と勝手に呼び、私の台所の必需品となりました。それから少し経ち、ビーガンになってからは、塩麹を使う頻度がより一層高まりました。麹の程よい甘みと旨み、発酵食品ならではのコクが、お野菜の味、風味の深みを引き出し、お出汁、ブイヨンなしでも全く違和感なく、むしろお野菜本来の美味しさが詰まったお料理ができます。私が運営する YouTube チャンネル東京ベジライフでは、塩麹をはじめとした醤油麹、甘酒などの麹の調味料がほぼ全てのレシピに登場します。最初こそ塩麹ばっかり使うとのご指摘もいただいていましたが、今では多くの方から塩麹はすごいとコメントをいただくようになり、塩麹ファンクラブの輪は広がり続けています。そんな私も最初はスーパーの市販の塩麹を使っていました。その方が手軽でしたし、発酵に失敗したらという不安もあったからです。塩麹作りに挑戦したきっかけは、普段食べているお米を白米から玄米に完全に切り替えたことだったかと思います。米麹にも一般的に広く販売されている白米に麹菌を生やしたものではなく、玄米に麹菌を生やしたものがあると分かったので、玄米の米麹をネットで入手し手作りしてみたのです。実際に作ってみると、その簡単さにまた驚きました。こんなに簡単なのであれば、もっと早くに自家製にすればよかったと思いながら、友人や身近な人に自家製の塩麹をおすすめするようになりました。私が塩麹を手作りすることをおすすめするのは、その味わい深さ、簡単さからだけではありません。私たちは欲しい、必要と思ったものは、すぐに近くのスーパーやショッピングモールで手に入り、スーパーではないものもネットで注文し、翌日には届く生活に慣れています。そんな便利な生活の中で、自然と普段食するもの、使うものが目の前に現れる前に、どこかで誰かが、または何かが時間をかけてくれているということを忘れがちになってはいないでしょうか。塩麹は麹菌という微生物の力を借りて、常温では1週間ほど、発酵機や保温機を使っても6時間は待たないと出来上がりません。その待つ時間が私たちに教えてくれること、それは実際に作ってみないとわからないですし、感じることもそれぞれいろいろですが、自分で育てる調味料をなんだか愛おしく感じることが多いようです。塩麹を使ったことがない方は、今日仕事帰りにスーパーで買って試しに生野菜のディップソースとして使ってみてください。市販の塩麹をすでに使っている方は、スーパーで乾燥米麹を買ってみてください。乾燥米麹と塩、お水を清潔な容器に入れて、あとは常温で1週間置いておくだけ。すでに塩麹を手作りしている方は、調理に使う時の意識を少しだけ塩麹に向けて、単なる調味料としてではなく、愛情のスパイスとしてお料理に足してみましょう。マインドフルリビングの第一歩は塩麹から。さあ、始めていきましょう。ヨガに助けられた。皆さんは毎日何か習慣として続けていることはありますか？そして健康に良さそうだから始めてみたものの、三日坊主になってしまったという経験はありますか？私は4年ほど前からほぼ毎日朝ヨガの練習をしています。ヨガについて、ヨガが初めてという方は、柔軟性を高めたり、体をリラックスさせるポーズをとっていくストレッチ運動のようなイメージがあるかもしれません。ヨガを少しかじった方は、フィジカルなポーズをとるだけではなく、呼吸法や瞑想、哲学を通して心に働きかけるものと知っているかもしれません。ヨガの哲学、教えに従って生きることを選択したヨギーニにとっては、ヨガは生き方そのもの。日々の暮らしの中で、そして人生の大きな選択、
判断を責められた時に道しるべとなってくれる光のようなものです。では、ヨガマットでポーズをとるフィジカルのヨガは本物のヨガではないのかというと、そうではありません。何か悩みを抱えたり、人生に疲れてしまったり、何にもパッションが感じられなかったり、人間関係がうまくいかなかったりしたとき、心の不調は必ず体の不調としても現れます。しっかりとした基礎、土台の上に立つ家があるからこそ、その中で安心して暮らしていけるのです。では、毎朝のヨガの練習は体を鍛えるための運動かというと、それも少し違います。単に体を鍛えるのであれば、ジョギングや水泳でもいいですし、ジムでウェイトトレーニングなど方法はいくらでもあります。私にとって毎朝のヨガの時間は、自身の体と向き合い対話する時間です。前の日の晩に飲みすぎてしまったり、食べ過ぎてしまったりした朝や、何か心配事がある時の朝は、なんとなく体が重く、だるく感じます。今日は疲れているかもと思っても、マットの上に立ったら不思議とエネルギーが湧いてきて、気持ちよく練習できたということもあります。私たちは体の不調が何か痛みや違和感となって現れて初めて問題があることに気づき、病院に行ったり休養したり対処しようとします。もし毎日体の声に耳を傾ける機会があれば、大きな問題に発展する前に必要に応じて食事を少し工夫したり、睡眠を多めにとったり、お酒を控えたり、日々のケアで強い体を作り維持していくことができるのではないでしょうか。そして体との対話を続けていく中で、体を黙々と動かすことで、日々のヨガの練習は私にとって自然と心との対話にもなっています。悲しいことがあった時、落ち込んだ時、迷いに迷った時、ヨガの練習をすると不思議と気持ちが軽くなり、最近は本当に私はヨガに助けられているなとしみじみ思ったりします。いくら良いと分かってはいても、今までとは違うことを毎日の習慣として行うのは難しいことです。だからこそ、この3週間は習慣としてではなく、お試し期間と思って深く考えずにヨガをやってみませんか？ 10 分の短いプラクティスでも、太陽礼拝1回でもマットの上に立ち体を動かしてみましょう。3週間が過ぎて続けたくなければストップすればいいのです。失うものは何もありません。でも得るものは何かきっとあるはずです。早寝早起き。昔から早起きは三毛の徳と言われ、早起きをすると健康長寿につながると考えられてきましたが、分かってはいるけど目覚ましが鳴っても何度もスヌーズボタンを押してしまう、出勤時間ギリギリまで寝てしまうという方は多いのではないでしょうか。昨日のエピソードで3週間のマインドフルリビング期間中、朝ヨガをしてみてはどうでしょうかというお話をしましたが、朝ヨガをするとなると太陽礼拝をするだけでも普段より少なくとも15分を早く起きる必要があります。その15分が難しいから朝ではなく夕方や夜寝る前にヨガの練習をしたいという方もいるかもしれません。ではなぜ早く起きることが難しいかといえば、重度の不眠症などの一部のケースを除き、多くの人の場合が夜早く眠れていないから。夜眠りにつく時間が遅ければ遅いほど必然的に睡眠時間は減りますので、朝も1分1秒でも長く寝ていたいということになります。毎日仕事が忙しく帰宅が深夜になってしまうという方もいると思いますが、テレビを見たりスマホをチェックしたり動画や映画を見ていると深夜1時2時になってしまうというなんとなく夜更かしをしている人が多いようです。本来人間は夜行性動物ではありませんので、日が昇っているうち明るい時に活動するものです。しかし現代、特に都会においては夜も外はこうこうと明かりがついていて、ネットで消費できるエンターテインメントは24時間。そしてそれを一度消費し始めると目が冴えてしまって寝つけなくなります。午前5時や6時など日が昇るとともに起床し、10分から15分のヨガの後に静まり返った中でお風呂に入ったり、ご飯を炊いてお味噌汁を作ったり、仕事に出る前に軽く掃除をしたり、シャツにアイロンをかけたり、
いつも日中や夜にしていることをしてみてください。普段何気なくこなしていることでも不思議と充実感が感じられると思います。その朝の時間を体験すると、また早く起きたいという気持ちになり、自然と早く起きるためにはどうすればいいかを考え始めるでしょう。毎日5時6時に起きなければ3週間のマインドフルリビングが達成できないということは全くありません。冒頭でもお話しした通り、ヨガの練習だけであれば15分もあれば十分こなせます。しかし可能であれば何事も経験と思って3週間早寝早起き習慣にチャレンジしてみてください。まずは普段よりも15分早く就寝して15分早く起床してみましょう。それに慣れてきたら少しずつなんとなく夜更かしをやめ、意識的に夜、特に床についてからはエンターテインメントを消費しないようにします。床についたら頭のスイッチをオフにして寝るものと体が理解し始めれば、寝つきも良くなり、睡眠の質も向上されるはずです。また、一人の力では無理と思ったら、家族や友人の助けを借りることも重要です。助けを借りるといっても、起こしてもらうということではなく、これから少し早く起きようと思うと宣言するだけでいいのです。定期的に誰かにそういえば早起きはどうなってると聞いてもらえるだけで気が引き締まりますし、頑張ってねの一言だけで人知れず始め、人知れずやめる習慣ではなく、サポーターがいるプロジェクトになります。そして週末など休息日には早起きもお休みしてゆっくりと体を休めること。また仕事で帰宅が深夜になってしまった日の次の朝や、どうしても起きるのが辛い日は無理せずにお休みしましょう。意識はしっかりと持ちながら、体の心にもしっかりと耳を傾ける。それが早寝早起きの一番の秘訣かもしれません。デジタルデトックス。皆さんはご自分が朝目が覚めてから夜寝るまで何回スマホを手に取り、どれくらいの時間をスマホチェックに費やしているかご存知でしょうか。最近のスマホには大抵スクリーンタイム、画面が起動している時間をチェックできる機能が備わっていて、何時間以上で警告するという設定も可能です。しかし実際にはスクリーンタイムを意識している人は少なく、無意識のうちにスマホを手に取り、毎日何時間単位でスマホチェックに時間を費やしています。ではスマホチェックは私たちにどういった影響を与えるでしょうか。仕事のメールや家族、恋人、友人からのメッセージ、SNS のいいね、コメントなどを常にチェックしていれば、オフライン、つまり目の前で起こっていることに目を向けることに使えるエネルギーをオンライン上でのバーチャルなつながりを作り維持することに消費してしまいがちです。メールやメッセージなど返信というアクションが求められるもの以外で、例えば動画を見る、SNS のフィードを見るといった不気味なスマホチェックでも情報として入ってくるデジタルコンテンツを処理することが必要となります。デジタルコンテンツの中にはポジティブなものもあればネガティブなものもあり、見えない形での広告もあり、事実や真実とは異なる情報が入っている場合もあります。その一つ一つについてどう感じ、どう理解するかに無意識にエネルギーが使われています。私たちはそれぞれフィジカルな体力、メンタルな気力だけではなく、マインド、意識のエネルギーを持っていますが、いつもエネルギッシュな人でさえ無限大にエネルギーがあるわけではありません。その限られたエネルギーをどこに向けるかが心と体の健康に大きな影響を与えるのです。そんな自分の中のエネルギーを意識するため、3週間のマインドフルリビングの間おすすめしたいのが食事中のデジタルデトックスです。エネルギーには放出するものもあれば取り込むものもあります。私たちが普段どこからエネルギーを取り込んでいるかといえば、周りの人であったり、情報であったり、運動であったり、様々ですが、一番大きなものは体に直接取り込む食べ物でしょう。毎日 2,3 回摂る食事も適当にコンビニで買って食べたり、お腹が空いていないのになんとなくご飯をおかわりしたり、昨日何を食べたか忘れてしまうほど無意識にしていることが多いかと思います。それがスマホをしながらではなおさらです。
食事中はスマホを手の届かないところに置き、自分の食べているものに意識を傾け、食材それぞれの味や風味を感じることにエネルギーを使いましょう。意識的な食事をしていくと、どういった食べ物で体の調子が良くなるか、悪くなるか、またどういった食べ物がその場での空腹を満たすだけではなく、自分にポジティブなエネルギーを与えてくれるかがだんだんと分かってきます。デジタルコンテンツの中にポジティブなものとネガティブなものがあるように、取り込み放出するエネルギーもポジティブなものとネガティブなものがあります。食事中のデジタルデトックスを通して意識を向ける対象を絞り、気づかぬうちに生活に大きな影響を与えるエネルギーの存在、流れを感じてみましょう。書き留めることの意味。少し前のこと、引っ越しの準備で荷物を整理していると、4冊のノートが出てきました。2冊は夫が中学から高校にかけて書いた日記。もう2冊は私が高校から大学にかけて、その時に頭の中にあったことをひたすら書き留めていたもの。その内容は、ひたすらテニスに明け暮れた夫の青春と、一人アメリカで行き場のない感情を抱えながら過ごした私の青春という、ある意味対照的なものでしたが、共通していたのは、それぞれの2冊にはお互いのその時の姿がありありと映し出されていたということです。その当時はスマホはもちろんなく、デジカメはありましたが、写真は撮っても動画を撮るということは習慣としてありませんでした。コミュニケーションもネットではかろうじて E メールがある程度で、家族や友人によく手紙を書いていたのを思い出します。今は自己発信の時代。スマホで動画を撮り、すぐに SNS にアップ。その時に誰といて、どんな時間を過ごしていたかがリアルタイムで記録されています。そんな今の時代に、あえて紙に書くことの意味とは何でしょうか。動画はありのままの風景、ありのままの姿を撮影でき、自分の言葉で伝える必要がありません。それはとても便利なものですが、常にスマホで撮影することに慣れてしまうと、自分の言葉で描写すること、表現することが難しくなります。SNS はその場で不特定多数の人に向けて一気に動画や写真、文字を通じてメッセージを発信することができます。それはとてもパワフルなものですが、常に感情を外に向けて発信することに慣れてしまうと、自分の感情と向き合い処理することが難しくなります。私自身 YouTube というプラットフォームで動画を制作し、メッセージを発信する中で、全くの素人でも全く誰にも知られていない人間でも、多くの人に多くのことを伝えられることの素晴らしさと、そこから生み出されるエネルギーを日々感じています。その一方で、いろいろな問題に直面し、誰にも相談できずに、ただひたすらノートに思いを書き留めていた10代、20代があったからこそ、伝えたいメッセージを持ち、それを表現できているのではとも思います。普段日々の生活に忙しく、何を感じても気づかずに通り過ぎてしまうこともありますし、面倒なので見なかったことにしてやり過ごすこともあります。この3週間、どんな些細な出来事、思い、考えでも書き留めておき、後で読み返すと、ああ、そうだったと思い出すだけではなく、またそこで何か新しい発見が生まれることでしょう。人はそれぞれ思い描く力、想像する力を持っていますが、技術が飛躍的に進歩した今でも、思い描いたこと、想像したことをそのまま録画できる技術はまだありません。何千年前からしてきたように、書き留めることで私たちはまた一歩前に進めるのではないでしょうか。毎日食べるもの。昨日のお昼ご飯は何を食べましたか？そう突然聞かれて、パッと答えられる人がどれくらいいるでしょうか。私自身会社勤めで、毎日ランチは外か買ったお弁当だった時は、前の日はおろか、その日のお昼に食べたものですら忘れてしまっていました。食べ物はその時の空腹を満たし、美味しかったという満足感を与えてくれましたが、本当の意味での栄養を体、そして心に与えてはくれていなかったと思います。私たちの周りには、一人でもフラッと入ってパッと食べられるご飯屋さんがあれば、スーパーやコンビニには出来合いのお惣菜や電子レンジでチンするだけの冷蔵食品があり、
定期的に食品などを宅配してくれるサービスのカタログを開けば、何か加えるだけで簡単にできるミールキットが大部分を占めます。早く、安く、簡単に美味しく食べられることは、仕事、家事、学業と日々忙しく生活する私たちにとって便利で喜ばしいことかもしれません。しかしその中で食卓に並ぶ食べ物がどこからどのようにしてきたか、そしてどのような影響を他の命や環境に与え、私たちの体、健康に反映されていくか忘れられてはいないでしょうか。加工食品の多くには化学調味料が含まれているだけではなく、世界の森林破壊の主な原因となっているパーム油が使用されています。食材一つ一つにいろいろな形で多くの動物の命が犠牲になり、野菜も大きくきれいに売れる商品になるように農薬や化学肥料を使って自然とはかけ離れた環境、方法で育てられています。医療技術が年々進歩していく中で、医療の焦点は病気や怪我を治すことにあり、残念ながらそれらを防ぐことには当てられていません。しかし本当に重要なのは、壊れたから治すではなく、壊れないようにすること。病気と診断されるかどうかは、ロシアンルーレットではなく、多くの場合は長い時間をかけて、日々体に取り込んできたものによって決められます。この3週間、日々食べたものをノートに書き留めて、普段あまり考えずに体に毎日に3回取り込んでいる食べ物に意識を傾けましょう。普段の食生活を変える必要はありません。ただ食べているものと向き合うこと。今日一日口にしたものは頭ではなく心身が喜ぶものだったでしょうか。病気の種の発芽を許さない強い体を作る栄養を与えてくれるものだったでしょうか。そして日々の忙しさに負けずに過ごす強い心を作る栄養を与えてくれるものだったでしょうか。自分の体と心の健康を考えて口にするものを選ぶことは一見利己的な行動にも思えます。しかし自分の体や心を思いやり、自然に近い形で環境に配慮した方法で育てられた食材を選ぶことは、実は食材一つ一つの命を思いやる選択にもなります。毎日欠かさずに体と心に取り込むものだからこそ、その選択のベースに優しさがあるか見つめ直してみましょう。毎日消費するもの。今日は3週間のマインドフルリビングの立ち止まるウィーク1最終日。この1週間を振り返ってどんな気づきがあったでしょうか。普段忙しく過ごしている毎日を少しだけ立ち止まる癖をつけ、少しだけ自分のための時間を作り、生活に意識を傾けると、今まで気づかなかった発見がいろいろあるかと思います。私の場合、非暴力を意味するアヒムサというヨガ哲学に基づき、動物性食材を摂らないビーガン食生活を始めてから、食べるものだけではなく、消費するものも考えるようになり、時には認めたくないような、今までそうしてきたことを後悔するような消費を毎日のように繰り返していたことに気づきました。私たち人間が快適に生きていくためには、いろいろな形の犠牲が伴っています。求められる快適度が高まれば高まるほど、犠牲も多くなりますが、それは逆に快適を少しだけ手放せば、周りに、そして自分にとってもう少し優しさのある選択ができるということです。試しにスーパーに一度行くだけでどれくらいのプラスチックを消費するか考えてみてください。最近レジ袋は有料になりましたが、お菓子など加工食品を買えばすでにプラスチック包装でパッケージされています。お野菜も一つ一つきれいにプラスチックで包装されています。お豆腐を買えばレジで小さなビニールの袋に入れてくれます。瓶のお酢を買えばレジで発泡ネットなどに包んでくれます。その中で家に帰ってすぐにゴミ箱行きになるものはどれくらいあるでしょうか。そして袋や包装を断ることで消費しなくていいものはどれくらいあるでしょうか。海外ではゴミ問題が提起されるとき、特にプラスチックが問題視されます。
海外の多くの国々ではゴミを焼却せずにそのまま埋め立てるランドフィルという方式のゴミ処理が行われていますが、紙ゴミなどは長い時間をかければ土に帰っていく一方で、プラスチックはいつまでも分解されることなく地中にとどまります。また多くのプラスチックゴミは自然界、海に流れ出ており、目に見えないほど細かくなったマイクロプラスチックを魚たちが食べ、その魚を食べることで私たちの体に返ってきています。そういった理由からプラスチックゴミは間違いなく大きな問題です。では日本の現状はといえば、自治体によって分別方法はあるものの、燃えるゴミと燃えないゴミに分け、燃えるゴミは焼却処理で灰となり、海外のランドフィル方式とは違い、土に帰るチャンスはありません。そのため紙ゴミはさほど問題ではないという海外の考え方は日本には当てはまらないと言えます。プラスチックについては、プラスチックゴミを分別する自治体も多く、リサイクルされていると思われがちですが、それらプラスチックゴミの世界最大の輸出先であった中国が2017年に輸入をストップしたため、行き場をなくしたプラスチックゴミがゴミ処理場に山積みになり、焼却処理されているものも多くあります。私たち一人一人が毎日無意識に消費しているものを立ち止まって本当に必要だろうかと自身に問いかけるだけで大きな変化が生まれてくるはずです。すぐにアクションを伴わなくても、まず自分の生活に意識を傾けること。それがマインドフルリビングの第一歩です。Thank you for listening. See you next time.